中国と今から取引します。もしくは死にます。さて、人間も国家もそれぞれに強烈な個性があります。扱い方を間違ったらその瞬間に死ぬ相手。いやいや、そんな封建時代の貴族相手じゃないんだから、大げさでしょって思いましたか？山をなめるな。登山ではよく言われますよね。それ人間関係も同じです。うかつな対応、ボタンの掛け間違い一つで関係はいきなり終了します。今もですか？そうです。過去も今も、そしてこれからもです。今回のお話は自分や他人と向き合うための取扱説明書はないのかというお話。安心してください。その取説はもうあるんです。あなたの恋人の取説もあなた自身の取説も今すぐここに持ってくることができます。持ってくる？そうです。 AI ジョティッシュ、インド占星術の複雑なチャートからあなたの人生の起動ボタンと停止ボタンが書かれた絶対的な取説を引っ張り出すことができるんです。今回は D3 を使って人間、そしてあの巨大国家中国の取説まで丸裸にします。それでは本編をお楽しみください。その1、違和感。マイコ君聞いてくれよ。良かれと思ってやったのに裏目に出るとかマジで人間不信になりそうだわ。どうしたんすか先輩？後輩が仕事で悩んでたから気遣って毎日大丈夫かって声かけしてたのよ。そしたら別のやつから先輩の監視がきつくてあの人病んでますって言われてさ、親切でやってんのにこれマジ？ああ、典型的なボタンの掛け違いっすね。それ良かれと思ってやった優しさが相手の才能を殺しちゃってる状態です。はあ？俺親切心でやったのに才能を殺してんの？先輩、元カノとかでもあの時こうしてばよかったとか思うことないですか？ないとは言わない。でも何が正解だったかなんてわからなくない？わかりますよ。ただ怒らせない方法を探すのはただの接待っす。怒らせないは接待ですか？大事なのは相手がどう扱われた時に一番力を出せるか、最大出力になるか。扱い方を間違えると悪気がなくても相手の出力を強制停止させちゃうんですよ。ああ、悪い人じゃないのになぜか一緒にいるとどっと疲れる人いるよな。それが最初のサインです。人間関係のズレって大事件じゃなくて気を使われすぎて重いみたいな小さな違和感から始まるんです。今回はその違和感の正体を占星術の分割図 D3 で丸裸にします。 D3 って努力とか兄弟を見るやつだろ？はい、でも今回はもう少し現実的に見ます。その2、世間。でもさ、今の俺の後輩の話もそうだけど、世間のとにかく優しくしよう、相手を尊重しようって綺麗事、あれ全部忘れた方がいいってこと？はい、優しくも尊重も形が合ってないとただの毒になるんすよ。放っておかれた方が伸びる人に毎日大丈夫って聞いたらただの監視だしストーカーです。信頼されてないんだなって思う人もいますよね。逆に声かけてほしい人に自由にしていいよって言うと見捨てられた孤独を感じる。自由がご褒美になる人もいれば絶望になる人もいるんす。仕事でもそうだな。任されて燃えるやつとプレッシャーで怖くなるやつがいる。世間じゃ任せるイコール信頼で美談にされますよね。そこが最大の落とし穴っす。枠組みをガチガチに作ってもらうことで初めて安心できる人もいる。ケースによって真逆なんす。世間の正解は目の前の人の正解じゃないっす。その3、
崩れる事実。じゃあ何か？俺とその後輩の関係もそうだけど、人間関係が崩壊する原因って浮気とか裏切りじゃなくて、もっと静かで不気味な何かってこと？そうっす。大事件じゃないのに静かに崩れていくんすよ。静かに崩れるんですね。こっちは応援のつもりで期待してるよと背中を押したつもりが、相手にはただの重圧。こっちは信頼して任せたはずが、相手は放置された絶望感。お互い良かれと思ってやってるから文句も言えなくて厄介すぎるな。だからどんどん内側に溜まって、ある日いきなり出力ゼロになります。爆発して喧嘩するんじゃなくてエネルギーが切れるのか。そうっす。返事が薄くなる。笑わなくなる。挑戦しなくなる。人は怒る前に恐怖で先に縮むんすよ。地雷って怒らせる場所じゃなくて、相手のエネルギーが消える場所のことです。その4、構造。つまり人間には取扱説明書がないと絶対にバグる起動ボタンと停止ボタンが全員についているってことか？そうっす。同じ上司、同じ親、同じ恋人でも押すべきボタンと押しちゃいけないボタンは全員違います。見た目でわからねえからな。面倒なんだよな。だから先生術の取説が必要なんす。この人は放っておくと伸びるのか、気にかけると伸びるのか、枠を作ると安心するのか。接し方が分かれば当然流れは変わります。その後、ジョーティッシュ見解その1。じゃあ俺の後輩とか自分のやる気スイッチがどこにあるか、その D3 ってやつを見れば一発でわかるってこと？そうっす。今回は D3 が中心ですけど、徹底的に見るときは D1、D3、D4、D7、D9、D10、D11、D12、D30 まで使って人間の構造を全部ばらします。D3 は特にどう扱われると動き出すのかの反応の癖を見る最高峰のチャートになります。それって性格診断とは違うんですか？違います。脳筋の根性論じゃなくて、根性を出す前のスイッチの入り方を見ます。どのボタンで起動してどのボタンでバグるのか。なるほど。同じ励ましでも響く人と大怪我する人がいる理由がこれか。そうっす。本人の基本構造、深い納得感、そして実際の動かし方、関係を良好にするには必須のデータっす。その6、静かな恐怖。でもさ、相手のために良かれと思ってやった行動が実は相手の心をじわじわ殺してるって、マジで救いようがなくない？そうっすね。でも身近にいません？部活のコーチとかでいそうですね。あるあるだぞそれ。守ってるつもりで挑戦の目を摘み、任せているつもりで不安のどん底に叩き落とし、褒めているつもりで呪いのプレッシャーを与える。全員悪意ゼロ、むしろ善意 100% なのがホラーだな。そうっす。だから相手は黙って縮こまって、周りはそれを見て、あいつはやる気がないって見捨てる。これ親子や夫婦で日常茶飯事です。相手を責める前にボタンの押し方が合ってるか確認しろってことか。待てよ、これ自分自身にも言えないか？そうっすね。人によっては自分に合わない昭和の根性論で自分を追い込んでセルフ精神崩壊する人もめちゃくちゃいます。自分の取説も知るべきです。その7、ジョーティッシュ見解その2。ってことはさ、自分の能力が低いって落ち込んでる人って能力のせいじゃなくて自分の扱い方を勘違いしてるだけってこと？そうっすね。環境の使い方が合ってないだけです。環境の使い方？ D3 を見ればわかります。押されて燃えるか固まるか、一人で黙々やるのが強いか、誰かに見られている方が続くか、競争で燃えるか、比較されると折れるか。ああ、俺は完全に自由じゃねえと能力発揮できないタイプだわ。そうっす。
だから D3 はそいつが有能か無能かを評価するためじゃなく、どう扱えばお互いコスパよく楽になれるかの攻略確認チャートなんす。破壊って人だけじゃなくて国にもありますよね。国？あります。国家にも押すと動くボタンと押すと危険になるボタンがあります。うわ、中国とかどう扱うのが正解なんだ？資料を取ってきますね。その8、占い。ソニックさんの占いを体験したい方は毎週水曜日の日本時間夜10時から別チャンネルのソニックドラゴルゴで占いライブ配信を行っております。興味があればご参加ください。おう、りのちゃん、資料揃った？中国の国家mand伝で揃えました。これで中国の取り扱いを危険度でランク付けしてください。中国だろ？言っちゃなんだが、危険度ランクは高いんじゃねえの？ちょっと専門家呼んでくるわ。専門家です。いやー、資料いっぱいありますね。全部見ますけど、説明は D1、D3、D9 だけに絞りますね。どうよ、初見でやべえだろ？いやいや、これはなかなかすごいですよ。どうすごいのよ？そうっすね。この国は押していいボタンと押しちゃダメなボタンがはっきりしています。まず D1 から見ようぜ。国家の基本構造だろ？まず D1 はヤギ座がラグナです。ああ、なるほどな。この国ヤギ座ベースだから表向きは冷静でガチガチの管理国家なんだろ？そうっす。でも月もヤギ座なんで、中身は感情を限界まで我慢してて常に緊張状態なんすよ。だから感情論じゃなくてルールや実利で動くタイプなんですね。そうっす。しかも対外関係の7室に弱い火星蟹座がいるんで、表でメンツを潰されると防衛本能で切れて攻撃的になります。くはー、めんどくせえな。ちょっと押したら守りに入って牙を剥くタイプか。さらに彗星が逆行しているんで、こっちの言葉の裏をめちゃくちゃ深読みしてきます。ストレートには受け取らないっす。外交文書の言い回し一つで勝手に裏を考えて上げ足取ろうとするタイプですね。なるほどな。扱うときは理屈とルールを通すことと絶対にメンツを潰さないことが鉄則ってわけだ。よし、次、行動パターンを表す D3 はどうなんだ？中国の D3 はお牛座ラグナ。一言で言うと超現実主義の頑固者です。抽象的なお説教じゃ絶対動かない。完全に損得感情、資源、経済ファーストなんですね。そうっす。月と水星もお牛座なんで、一度これだと決めたらてこでも動かない。ただし急な圧力やルール変更されるとへそを曲げて固まります。これもめんどくせえじゃねえか。じゃあどう押せば動くんだよ？長期的な利益と安心感を見せることです。あと火星が魚座なので、怒らせると正面からじゃなく裏のネットワークや関係性を使ってネチネチ反撃してきます。これは関わるのが難しいですね。あ、土星がいて座にあるのも気になります。この土星はですね、歴史観や思想が重いんです。彼らは自分たちが正しい歴史の側にいるっていう大義名分が絶対に欲しいんです。そこを全否定されると完全にシャットダウンします。なるほどな。こうなってくると力でねじ伏せるんじゃなく、形式上のメンツを立てて実利で転がすのが正解か。押し方を間違えると簡単に積みます。じゃあラストな。国の本質的な欲求を表す D9 ってどうなんだ？ D9 はガラッと変わってお羊座ラグナです。一言で言うとめちゃくちゃプライドの高い戦闘民族になります。自分は強い大国だって扱われないと絶対に納得しないタイプですね。
そうっす。しかも樹質のヤギ座に最強の火星がいます。軍事、組織力、国家運営の実力でガチで世界のトップ層に立ちたい配置になるっす。じゃあ古文扱いしたり下に見たら一発でアウトか。ストックアウトっす。月もお羊座なんで待たされるとイライラするし、常に主導権を握りたがります。かといって無制限に持ち上げると今度は調子に乗る。全部面倒なキャラじゃねえか。どうコントロールするんだよ。コツは命令せず選択肢を渡すことっすね。お前が自分で選んだんだぞって形にしてあげるわけですね。そうっす。表向きは主体性を持たせて立てる。でも裏では実利とルールでこっちの思い通りに誘導する。これが必勝法っす。なるほどな。これで D1 から D9 まで全部つながったわ。じゃあ最終判定いこうぜ。中国の扱いやすさは、中国の取扱危険度はランク A プラスです。どうして A プラスなんですか？かなり細かい取説が必要だからです。感情で押すと危ない。でも構造も読めば動かせる。さすがに危険度 S ではないんだな。いいえ、扱いを間違ったら危険度は S に跳ね上がります。相手のメンツ、正当性、実利、安定を同時に見ないといけない。これはかなり難しいです。だから A プラスランクです。ちなみに日本の危険度は？日本は取扱危険度 B っす。ちょろいわけでもないんだな。信用できないと判断したら日本は閉じる国っす。他の国はそこを間違ってはいけません。じゃあ中国の取扱危険度はランク A プラス。 OK ディール。さて2025年5月15日中国の首脳会談を終えトランプのエアフォースワンは帰国の途につきました。その時話題になったのが物品の徹底廃棄です。もうお土産もらったもの全部捨てまくった。さあ今日使うカードは金運の女神、信頼というスタンスから、その時中国はアメリカをどのように捉えたのかチェックしてみましょう。さてまず5月15日の時点ですね。現在とつなぐ5月15日とつなぐ状況はこんな感じでした。はい、分散準備、物事をですね分散させるんです。安全のために一つの場所に留めておくと面倒なことが起こった時に全部まずいことになるので分散させる、そういった感じですね。それに対して、こうなりますよ。5月15日中国側はこう捉えました。手放すのが困難。そうですね、結構ですねなんかカチンとくることがあってもなかなか手放すことができないという現実でした。過去です。過去中国にとってアメリカね首脳会談こうですよね、共に働く準備をしていた。そして未来はどこに向かうのかね。5月15日エアフォースワンが失礼なことをしました。それでこれです。節度を支持するというところで未来はね、それ以上込み入ったことしてこなかったのでよしとしようという感じでしょう。では、次これいきましょう。過去のカルマです。過去のカルマはこうなりますね。これですね、実行力の評価ですね。そして、未来のカルマ、アメリカに対して中国はこう捉えます。ドン。はい、成長を評価するというところでいいんじゃないですか。そもそも会談をしたことによってねお互いの国家としての利益を見込めるかという話なんですけれども、成長評価に向かってで悪くない手応えはあったという感じです。他の諸外国からしてみれば結構アメリカ失礼なことしてるけど大丈夫かなっていう感じですけど、中国的には評価している、そういうカード展開です。さあここでもう一発回せるんです。よ。ソニック流派の金運の女神は本当の正解を探し出すことができるんです。さあ本当の正解は一体何なのか。中国にとって本当の正解は、でもねプライドがあるとね正解が目の前にあっても正解にたどり着けなかったりするんですけどね。はい、行ってみましょう。揃えましょう。ゼロに戻すんです。ゼロに戻すと見えてくる何が正解が見えてくる。いきましょう。はい、これです。まずですね、増幅地点だってです。アメリカが訪れたことは首脳会談、それに手放して循環することです。なんで、
縛り付けない。自由にお互いにやることで循環させる、それを考えるべきなんです。そこで、境界を尊重すること、そして適量主義です。余計なに欲しがることもなく適量であればいいじゃないか。そしてこれですね、完遂、最後までやり遂げる、そして拡張前提というところです。変なねプライドを捨てて、ただ単にお互いに自由にやろうじゃないか、自由に一番伸びる形になろうじゃないか、この譲歩ができるんだったら信頼爆上がり、そして金運の女神は微笑むというカード展開になっています。まあどうでしょうね。なんかこう失礼な5月15日、まあでも中国的には大丈夫なんじゃないかという捉え方をしていたようです。ではではアニメの、ラストパートをお楽しみください。その9、確信。じゃあ、俺の後輩への接し方もそうだけど、人生の成功も良好な人間関係も扱われ方で決まるってのが今回の結論？そうっす。取説があれば救われる関係が多々あります。気づけるだけで人生救われる人がたくさんいますよね。相手の取説を知ることは相手をコントロールするためじゃないっす。お互いが一番楽に最大出力で関われる距離を知るためっす。今回は D1、D3、D4、D7、D9、D10、D11、D12、D30 メモったが、みんなもこれで自分の取説を今すぐ作ってみよう。恋人、家族、仕事の関係者作るとめっちゃ役に立つの。結果をコメント欄でお待ちしています。先輩、次回はどうします？ソニック師匠が愛は永遠じゃないとか言ってたんだけど。そうっすね。愛は永遠じゃないっす。即答で返せるもんなの？ただどちらかというと愛は消えるんじゃない、期限があるって言い方が適切です。それってインド先生術で説明できる？もちろんできます。愛には続く愛と役目を終える愛がある。俺の愛は役目を終えたのか。そうっすね。先輩がソニック師匠と何を話したのか察しがつきました。ありがとうございます。では次回は D7 を中心にお送りしましょう。 D7？ 先輩、 D7 で終わる愛を失敗にしない方法がわかります。悔やむ必要はありません。なんだそれ、めっちゃ気になるじゃねえか。では今回はここまでです。また次回お会いしましょう。See you, ciao, bye 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 bye. タロットソニックドットコム、タロットソニックドットコム、タロットソニックドットコム、ホームページだよ。いや、トリセツマニュアルはね、あった方がいいよ、本当に。いや、てか、ソニックさんだけ？ソニックさんは、やっぱね、空気読めない。ごめん。だから、どうだろうな。まあ、もちろん、そうですね。もちろんソニックさんも言われてカチンとくることがあったりもしますんで、ソニックさんのトリセツもみんな手に入れる？どうする？